水彩色鉛筆チャンネルへようこそ。今回は満月と狼の描き方を解説していきたいと思います。このチャンネルでは水彩色鉛筆を使って初心者の方でもなるべく簡単にそれっぽく描けちゃう方法をご紹介しています。ご興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは早速描いていきましょう。使用している画材の詳細については動画下の説明欄を参考にしてください。今回は月の部分を白くとりあえず抜いて塗りたいので、こんな感じのコップにマスキングテープのこの大きいものをこう貼って切り抜いて丸を作っていきたいと思います。マスキングテープをちょっと裏返してこんな感じで広げておきたいと思います。この端っこは机に貼っつけちゃった方がいいですかね。でここにコップを逆さまにしてペタッと置いてくっつけたいと思います。こんな感じでくっつけたらこの余分な部分はハサミで切ってしまいます。とりあえず大きめにザクザク切りたいと思います。そしたらこの円に沿って切っていきましょう。ハサミはこの刃の部分にフッ素加工がこんな感じでしてあるものだと糊が剥がれやすいので便利かもしれないです。こんな感じで丸く切れたらこれを剥がして水彩紙の方に貼っていきたいと思います。いつものようにビフアール水彩紙のはがきサイズを使いたいと思います。紙の目は細めのタイプです。これを机の上に固定してしまいます。マスキングテープで周りを貼って固定しておきます。こんな感じで一周ぐるっとマスキングテープを貼って固定しておきました。そうしたらここにこの先ほど切ったマスキングテープをこの真ん中に貼っていきたいと思います。剥がして真ん中に下に狼を描きたいので若干上の方はみ出す感じで下を少し開けて真ん中あたりに貼ります。この辺ですかね。こんな感じに貼りましょう。そしたらここに色を塗っていきます。水彩色鉛筆はユニのものを使っていきたいと思います。今日はだいたいこの5色ぐらいを使いたいと思うんですけど、もしかしたら途中で、思いつきで変更があるかもしれません。あとは水彩色鉛筆の絵の具を溶かすのにスプレーを使うのでスプレーも用意しておきます。スプレーに入ったお水ですね、こちらも用意しておきます。で普通の筆とこれ6号サイズです。あとはお水ですね、筆を洗うためのお水とタオルを用意しておきます。あとはにじみを作るのにドライヤーで一気に乾かしたいと思いますのでドライヤーも用意しておいてください。それから星の感じの模様を描くのにお塩を使っていきたいと思いますのでこんな感じで私はこのサラサラ系のお塩を使ってるんですけどちょっと細かいものの方が今回は適していると思うのでサラサラ系のお塩も用意しておきます。あとは塩を払ったり、色鉛筆の粉を払ったりするのにハケも用意してあります。それでは早速塗っていきたいと思います。まずはこの月の周りに少し明るめの色を塗ります。ユニの水彩色鉛筆ライトコバルトブルー844番です。後で溶かして色をなじませてしまうので
あんまり気にせずにザクザクと塗っていきます。こんな感じでだいたい塗れれば OK です。そうしたら紫色も塗っていきましょう。ユニの水彩色鉛筆ブルーバイオレット837番を使います。これはちょっとところどころに色の違いを作りたいので、この辺塗ったらこっちのこの辺りっていう感じでちょっと違う場所を塗っていきましょう。こんな感じです。1、2、3箇所塗りました。他の部分にはちょっと濃いめの色を青色を入れていきます。プルシャンブルー851番です。これを残りの白い部分に塗っていきましょう。でどうせ絵の具を溶かすとこのマスキングテープの周りとかにも全部色がにじんでいくので、この周りが少し隙間が空いてしまっても大丈夫です。気にせずにザクザクと塗ってしまいます。そうしたら黒を塗ります。ユニの水彩色鉛筆ブラック899番です。でこの月の周りだけほんの少し明るくなるようにしたいので、この周りの部分に全体に黒を重ねていきます。これもそんなに神経質になる必要はないです。こんな感じでざっくり塗ってしまいます。暗くしたいので結構濃いめに塗りたいと思います。こんな感じで塗れたら、ここにスプレーでお水をかけていきます。で画面から20センチくらい離して上の方から全体にお水をかけます。少なすぎるとお塩の結晶の模様があまりよくできないので、ちょっと多めくらいでいいかと思います。そうしたら筆にお水をなじませて、ちょっと水分をタオルで拭き取ります。この筆で色をなじませていきます。でこの月の周りのちょっと色が薄い部分からいきましょう。ちょっとくるくるさせながら、で時々筆を洗ってこんな感じでなじませます。そうしたらまた筆を洗ってこの外側に外側の方もくるくるなじませていきます。で時々筆を洗ってこの紫っぽいところとかプルシャンブルーが残っているところとかを作りましょう。筆は時々洗ってこんな感じにしておきます。そうしたらこの周りに絵の具が溜まりすぎている場合は筆をきれいにして水分をしっかりこのタオルで拭き取って、このちょっと乾き気味の筆でこの縁の部分を少しなぞって、ちょっとタップタップになっている時はお水を拭き取りましょう。取りすぎるとこの縁がね白くなっちゃうので、その辺はほどほどにって感じなんですけど、こんな感じで拭き取ります。
そうしたらここにお塩を振っていきたいと思います。もしこの時点で少しこの画面がちょっとこう斜めから見て乾いてる部分があるような感じの時には、もう一回上から軽くシュッとお水を振っていただいても大丈夫です。画面が乾いてるとあんまり塩の結晶の模様ができないので、ただこういうダプダプすぎるとそれはそれで模様が大きくなりすぎることがあるんですけど、全体がタップタプではないけど結構濡れてる感じがいいですかね。ではお塩を振っていきたいと思います。お塩も20センチくらい上からかな。あんまり今回はいっぱいしない感じでサラサラっと振りたいと思います。でちょっとどんな模様ができるかはわからないですが、このまま5分から10分くらい放置しておくとだんだん模様が出てくると思いますので、しばしお待ちください。ちょっと紅茶でも飲んで休憩しましょう。でその間にこのお水が汚れちゃったのでちょっと取り替えていきたいと思います。ちなみにこの作業はですね、水彩紙を使わないとちょっとうまくいかないかもしれません。普通の画用紙だと絵の具が紙に染み込んでしまうんですね。水彩紙と普通の画用紙の違いっていうのは、水彩紙の場合紙に絵の具が染み込みすぎないようにちょっとこうお薬のようなものが表面に塗ってあるんですね。でその少しお水を弾く加工をしてあることによって上のこの絵の具の部分が紙の上でこう動かせるようになっています。なので普通の画用紙だと絵の具が紙の中にギュッと染み込んでしまうので、こんな感じで後からこう模様が綺麗に出ないっていうことがあります。動画のタイトルをタップすると概要欄っていうのが出てくると思いますので、そこに記載してある水彩紙を使っていただく方が綺麗に模様ができる確率が上がると思います。でだいぶ模様ができてきたので、これくらいで私は乾かして止めてしまいたいと思います。ドライヤーの温風で一気に乾かします。マスキングテープの上の水分はちょっと乾きにくいので、ティッシュで押さえてきれいに取っておきます。机の上もちょっと乾いてないところは拭いておきましょう。この真ん中ももし濡れてたらちょっと水分を取っておいてください。綺麗な状態にしたらブラシなどを使ってお塩を取り除きます。ちょっと残っているかどうかは指の方が分かりやすいですね。こんな感じでこすってお塩を取り除いておきます。そうしたらこの周りの部分に星を飛ばしていきたいと思います。ユニの水彩色鉛筆ホワイト801番を使います。これ絵の具を持っている方は絵の具なんかで代用していただいても大丈夫です。でこの芯の部分にお水をつけてこんな感じで芯の部分を溶かしていきます。お水を足しながらここに絵の具を作りましょう。で下の方に絵の具ポトポト落ちちゃうので私分かりやすいようにここでやってますけど、こういうタオルの上とか下に落ちても大丈夫なところでやってくださいね。こんな感じで絵の具が作れたらこの絵の具を下に、パチンと弾いて飛ばしていきます。
この色鉛筆の先に筆を直角ぐらいに当ててパチンと下に弾くとこんな感じで下に絵の具が飛びますので、これを使って星を描いていきます。で、あんまり画面から近いとこんな風にこんな感じに斜めにピッと線のようになってしまうので、この色鉛筆を画面から10センチから15センチくらい上に上げて、ここでパチンと弾いて下に飛ばしていきます。ではやってみたいと思います。で、絵の具がなくなったらもう一度お水をつけて絵の具を作り直しましょう。終わったら必ず芯の部分の水分はティッシュなどでしっかりと拭き取っておきましょう。星の部分が完全に乾いたら、この真ん中のマスキングテープを剥がしていきたいと思います。マスキングテープはドライヤーの温風で温めながら剥がしていくと剥がしやすくなります。やけどをしないようにだけちょっと注意してくださいね。で、周りの方からこんな感じでゆっくり少しずつ剥がしていきます。で、剥がしにくくなったらまた温めます。はい、こんな感じで綺麗に剥がせました。そうしたらこの月の縁の部分をほんのり明るくしていきたいので、消しゴムを使ってこの縁の部分をうっすら消して明るくしていきたいと思います。で、汚れている場合はちょっとこの辺でゴシゴシして綺麗にしてから使いましょう。で、この縁の部分を軽く消しゴムでこすってこんな感じで少しぼやーっとぼかす感じに消していきます。ちょっとこう少し周りにも明るいところがぼけるようにくるくるさせて
ちょっとなじませましょう。こんな感じにできたら、ここに月の模様を描いていきます。でちょっと青っぽい月にしたいと思いますので、今回は水色を使います。ユニの水彩色鉛筆ライトブルー847番で模様を描いていきたいと思います。月の写真とかを見ながら、ちょっとこう色鉛筆をくるくる回転させながらほんのり色をつけていきます。これで模様を描いていきましょう。こんな感じで模様が描けたら、この部分をお水をつけて溶かしていきます。筆にお水をつけて、で全部こうこすってしまうと全部模様がなくなってしまうので、筆でちょっとペタペタとさせながら、こんな感じで模様が残るようにお水をつけていきます。こんな感じです。こんな感じで溶かせたらドライヤーで乾かします。完全に乾いたら最後にここに狼のシルエットを描いていきたいと思います。ユニの水彩色鉛筆ブラック899番を使います。でちょっと先を尖らせて、ここに狼のシルエットを描いていきたいと思います。この辺にお口が来るようにしようかなと思います。だいたいこんな感じに描きたいと思います。まずは、頭の部分ですね。この辺が頭で、口を描きます。で、耳ですね。そうしたら首はかなり太いので、このまま首にします。こんな感じで三角形みたいな形を描きます。このままこう下に持ってきて、ここら辺から胴体にしたいと思います。この辺に胸があって、ここが肩周りですね。で、これが胴の部分になります。ちょっと斜め下に落ちるような感じに描きます。で、ここが腰ですね。お尻のところで、ここに足を描きましょう。で、尻尾は斜め下に落ちている感じです。こんな感じでちょっとふさふさの尻尾を描きましょう。で、前足の部分はちょっとこの胸が張っている部分を残して、ちょっと後ろの方にこんな感じで2本前足を描きます。そうしたらちょっと崖の上に立ってるって感じで、この辺に崖を描きましょう。こんな感じで形が描けたら、ここを真っ黒に塗りつぶします。
この黒い色鉛筆のこの粉を手で払うとここに黒い筋ができてしまったりするので、息でフッてやるかハケなんかを使うといいと思います。今回はこんな感じで完成です。いかがだったでしょうか？今回の動画が楽しかったよという方は、ぜひ高評価や動画の感想などをコメントしていただけると嬉しいです。あとは先日スーパーサンクスというものをいただきまして、とっても嬉しかったです。大変励みになります。ありがとうございます。それから一つお知らせです。動画で描いた絵のデータ販売をしております。タイトルをタップして出てくる動画の概要欄に URL を載せてますので、そちらもよかったらチェックしてみてください。全部の絵が載っているわけではないので、もしこの絵が欲しいよという方は、その動画のコメント欄から教えていただけると、その都度対応させていただきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。